ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowMan 岩本照 7% ミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあさあ、SnowMan ソロ曲歌声分析シリーズ第8弾ということでですね、本日は岩本さんの 7%、こちらを歌声分析していきたいと思います。概要欄にですね、SnowMan 歌声分析シリーズの第1弾から第7弾までの URL、リンクですね、こちら貼ってありますので、ぜひね、そちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回、岩本さんのですね、歌声の方を分析したわけですけれども、いや、色気がすごすぎました。その色気をですね、表現するための高い歌の基礎力だったり、そして使っている様々なテクニックがですね、めちゃくちゃ光った歌声だったなというふうに思います。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan 岩本照 7% 歌声分析 GO!かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。音楽ジャンルとしては R&B ですかね。僕ね、R&B めちゃくちゃ大好きだし、岩本さんの声もね、めちゃくちゃ大好きだから、これは嬉しいですね。で、グループの時に歌ってる岩本さんの声ってめちゃくちゃ男らしくて、声も太くてね。で、すごく甘い雰囲気が僕の中での岩本さんの声の魅力だったんですけど、今回の岩本さんの声は、すごくセクシーな色気たっぷりな声ですよね。この声どういう使い方をしてるかっていうと、鼻の中の鼻腔共鳴。この響きがですね、めちゃくちゃ前に出ている声質ですね。鼻の鼻腔共鳴っていうのは、声の音色をですね、メインでコントロールするポイントなんですけど、この鼻の中の響きがね、すごく心地いいですね。で、いつもだと肺の中の胸腔共鳴っていうところの響きをですね、メインで使っていて、胸の響きを使うと声質がですね、太くてかっこいいニュアンスになるんですけど、今回はそちらはいつもよりは抑えてる感じかな。もう一回聞いてみましょう。いいですね。裏声もね、すごく綺麗ですよね。裏声もですね、鼻にいっぱい声を入れてるような発声法でですね、歌っていますね。いやー、最高すぎますね。次いきますよ。このやっぱ裏声すごくいいな。僕大好きですね。うっすら息の音が混ざるウィスパーボイスを使っての裏声ですよね。今回岩本さんがチョイスしている甘い声質にですね、ウィスパーボイスをプラスすることによってさらに色気が出てます。もう一回聞いてみましょう。いや、思わずね、良すぎて笑っちゃいますね。素晴らしすぎます。いや、こういう歌い方もできるんですね。ほんとね、歌の表現の引き出しが多いですね、岩本さん。次いきますよ。わ、かっこいい。このね、リズムの付け方もめちゃくちゃかっこいいんですよね。
今聞いたフレーズの前半はですね、音を軽くですけど短めに切るような歌い方をするテクニック、スタッカート、これを使ってます。で、後半はですね、もっと極端に音を切って、スタッカートって言われればスタッカートなんですけど、ここまで強めに音を切るのは、音楽上休符を入れるっていう風な言い方をします。休符っていうのは音が鳴っていないポイント。歌だと声を出していないポイントのことを休符っていう風に判断することが多いんですけど、この場合どうやって休符を入れてるかっていうと、ちっちゃい「つ」を言葉と言葉の間に入れるんですよね。トラックとか納豆とかやっぱりとか、こういった意味のちっちゃい「つ」なんですけど、この前半と後半でのリズムの使い分けが素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ここは休符ですよね。で、これ1回目の「お」と2回目の「お」、そして3回目の「お」、この間でちっちゃい「つ」が入ってるんですよね。で、前半の「身を委ねてみたら」、ここは一つ一つの音を軽く切るような感じで歌ってるんですよね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。うわ、いやー、この最初の張りのある甘い雰囲気の歌い方から一気に囁くような歌い方に変化するこの落差たまらないですね。で、ここのポイントはですね、声量を抑えて本当に耳元で囁くようなぐらいの小さい声で歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、音域が上がっている後半はですね、ちょっとだけ声の張り感を出して盛り上げるような歌い方、そちらに変えてますよね。もう一回聞いてみましょう。超かっこいいね。で、子音の発音の仕方もめちゃくちゃかっこいいですよね。t の子音、他行ですね。あとは作行の s、 この辺とかを特に強めに発音してるんですよ。で、子音を強めに発音するとどういう風な現象が起こるかっていうと、その強く発音した部分の音がですね、アクセントって言われる強い音に変化します。強い音に変化するとですね、フレーズに弾んだような躍動感が生まれるんですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。うわいいね。いや、このリズム感ほんとやばいですね。甘くてすごく色気がある優しい声なんですけど、このリズム感があるからかっこよさも声に現れてるじゃないですか。かっこいいのに優しい色気みたいなね。この表現めちゃくちゃいいですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎる。これは本当にすごい歌唱力ですね。次いきますよ。うわ、裏声と地声の連結めちゃくちゃ滑らかですよね。で、地声と裏声の切り替わりをスムーズにするっていうのはすごく難しいテクニックで、これうまくやるにはどうやればいいかっていうと、声を出す方向、これがポイントになってきます。例えば地声の時は斜め45度上みたいなイメージだったら、裏声にした時にですね、地声と同じように斜め45度の方向に声を出すイメージで歌うんですよね。そうすることによって地声と裏声の切り替わりがですね、スムーズになります。もう一回聞いてみましょう。で、今裏声って言ったんですけど、1割ぐらいかな。地声の成分も混ざってる声ですね。これをミックスボイスって呼びます。地声と裏声の中間の声だったり、
裏声と地声を混ぜた声っていう風に一般的には言われているんですけど、裏声に地声の成分を足すことによって裏声なんですけど張りのある感じを表現することができるんですよね。でやっぱり声としても勢いがつくので、高い裏声を出したい時には地声の成分を混ぜた方が声出しやすかったりするんですけど、このフレーズでは岩本さんはおそらくなんですけど、ミックスボイスを使うことによって声の雰囲気を抜くのではなくて、地声との雰囲気をある程度一定化させるっていう狙いでこの声使ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。うい、わ、優しい。一回ここでごめんなさい、止めますよ。めちゃくちゃセクシーですよね。なんか優しい声を使うポイントと強い声を使うところのメリハリっていうか、落差がいい意味ではっきりしていて、ものすごく聞き応えのある歌ですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。もう女性の皆さんは岩本さんの歌声でキュンキュンしちゃってるんじゃないですか。もう本当にね、魅力たっぷりの歌声です。次いきますよ。てか英語の発音めちゃくちゃいいですよね。やっぱり普段からあれですかね、英語はネイティブな感じで話せるんですかね、岩本さんは。ぜひね、この辺の情報を知ってるスノタンの方、コメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。いや、本当に発音が素晴らしい。次いきますよ。なんか綺麗なメロディーなんですけど、ラップみたいな感じで歌ってんのかな。もうね、そう思っちゃうぐらいフレーズのですね、リズムの躍動感が半端なくかっこいいんですよね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃすごいですね。歌って声の出し方をボイトレとかで鍛えるっていう風なトレーニングしてる方っていっぱいいるんですけど、こういったリズムっていうのはなかなか習得できないっていうか、岩本さんクラスのリズム感を歌声に乗せるって歌以外の音楽知識もないと難しいと思うんですよね、僕は。体で体感しないと頭で理解してリズムの躍動感を歌に乗せにくいっていうかね。やっぱり岩本さんダンスのスキルもトップクラスじゃないですか。もしかするとなんですけど、ダンスのアクセントの付け方だったりを歌で応用してんのかなっていうふうに今ちょっと思いました。本当に素晴らしいリズム感ですね。次いきますよ。あ、いいね。もっとみたいなこの最後の「と」の音、寂しそうな雰囲気がものすごくにじみ出ている声でフレーズを締めたっていうこの語尾処理たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ごめんなさい。変な笑い声が出ちゃいましたね。で、よく聞いたら、もっとじゃないですね。最後のとの音。もっとみたいな感じで2つ音使ってますよね。これね、よく聞かないとわからなかったな。今実際に歌ってみたんですけど、めちゃくちゃ難しい音遣いですね。最後のとの音。で、しかも寂しそうな表現でしょ。たまらないですね。次いきますよ。うい。やっぱりね、このサビのフレーズめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここの裏声のポイントもですね、ミックスボイスですね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやー、スノーマンで歌う時とやっぱりね、さっきも言ったんですけど、岩本さんのソロになった時のこの雰囲気の違いがね、僕は知ることができてめちゃくちゃ嬉しいですね。こんな歌の表現も持っていたのか岩本さんって思って、僕スノーマンの楽曲を初めて聴いた時、あの時にね、やっぱり岩本さんの声の衝撃がですね、めちゃくちゃすごくて、声が良すぎてね。
だからね、また新たな岩本さんの歌声の一面が知れて嬉しいなっていうふうに思います。次いきますよ。ネックレスみたいな、ここでまたさらに鼻に多めに声を入れて甘さっていうか色気を出してるんですよね。で、このネックレスの前の言葉がななななみたいな、な行じゃないですか。な行っていうのはもともと声を鼻に入れるような言葉の使い方をするんですよね。なのでその流れで最後のネックレスのところも鼻に入れる声の量を増やしたんじゃないのかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。今の給付の入れ方めちゃくちゃかっこよくないですか？給付が入ってくるとぐっとこうブレーキが効いたような感じがして、そこがまず一つかっこいいでしょ？で、給付の後の音っていうのは給付がためになってですね、後の音がアクセントになるんですよね。なのでぐっとブレーキが効いた後の音が強くなるのでめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう一回聞いてみましょう。Do you feel that? みたいな。タラッタラッターターみたいな感じで、僕はね、ここめちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思いました。次いきますよ。いいなぁ。曲もセクシーだし、岩本さんの歌声もセクシーだしね。で、踊ってるダンスもめちゃくちゃセクシーですよね。もう本当にね、イケメンの色気が詰まったミュージックビデオ。それが 7% なのではないでしょうか。次いきますよ。ここで声の出し方を変化させていますね。先ほどまでは鼻がメインでちょっと胸の響きっていう感じだったんですけど、ここはですね、口の中の空間、口腔共鳴っていう部分をメインで使った声に変化させています。口の中の空間を使うことによって言葉の輪郭がですね、すごくクリアになりますし、あと今回は使っていないんですけど、口を大きく開けたり小さくすることによって声量のコントロールもできるポイント、それが口腔共鳴なんですけど、今のところの岩本さんの声質、ラップを歌ってる時の声かなっていうふうに思います。多分そういうラップっぽい雰囲気を表現したくて声の出し方を口、口腔共鳴に切り替えたのかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。まあでも胸腔共鳴の割合はさっきの鼻腔とのバランスと同じぐらいで、今回は胸の響きを少し使ってメインを口の中の響きにしているっていう感じの声ですね。いや、響きのコントロールでね、ここまで雰囲気を変えてくる岩本さん、さすがですよね。次いきますよ。一回ここで止めますね。やっぱりそういうことかな。フレーズも若干ラップっぽいですもんね。で、全体的にですね、ここでもうっすらと先ほど言った息を混ぜるテクニック、ウィスパーボイスを使うことによって優しくてセクシーな雰囲気を表現していますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。今のなって痛い、淡い、期待っていう風にあえてここを短いスパンで息継ぎしてるんですよね。で、歌では息継ぎをすることによって言葉の意味っていうのが息継ぎのタイミングで切れます。で、今のところは韻を踏んでるポイントだったので、それを強調するためにあえて短いスパンで息継ぎをしたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。痛い、淡い、期待ってこうくっきりと分かれて聞こえますよね。これ軽くなんですけど、言葉の雰囲気が切れたタイミングで息を吸っています。で、この息を吸うのと似たもので先ほど言った給付っていうのがあります。
休符をフレーズの中に入れるときは息を吸うのではなくて息を止めるんですけど、息を止めると痛い淡い期待っていう風に聞こえちゃうんですよね。要は言葉がつながって聞こえてしまうんですよ。これ似てるようで全然雰囲気変わってくるんですよね。ちょっとしたね歌の豆知識でした。次いきますよ。歌もかっこいい、ラップもかっこいい、もう言うことなしですよね。やっぱラップになると先ほど言った岩本さんのリズム的なセンスがですね光りますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。プロミスノットセイのところがもう完璧ラップだったじゃないですか。めちゃくちゃかっこよくないですか。ここはリズムの躍動感を出すためにスタッカートだったり休符を使ってるんじゃなくて、子音を全体的に強く出すことによって躍動感を作ってるポイントですね。次いきますよ。いい。でまたここで最初に言った鼻と胸、こちらの声に切り替えてますよね。やっぱりラップはラップでラップの声を持ってるし、歌のメロディーを歌う時はそれ用の声をっていう感じで2つの声を使い分けて歌ってるんですね。岩本さん素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。色気がねまたものすごく出てる歌声ですね。次いきますよ。いいね。ここは全体的にスタッカートを使ってますよね。でこのね音域が徐々にこう上がってくる感じ、なんかドキドキしますね。もう一回聞いてみましょう。このねさらっと歌う感じめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。ナイト、最後のナイトは結構口を大きめに開いて歌ったかなっていうふうに思います。これすが最後のナイトのところで一気に明るくなってるんですよね。明るい声を表現するための方法としてはいくつかあるんですけど、例えば口角を上げるとかね。でもこれをやってしまうと明るくなりすぎちゃうんですよ。なのでここでは口を大きく開いて明るい声を表現したんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。そしてサビ前のフレーズっていうことでやっぱり声のねパワー感も増幅してるじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいですね。でここで声のパワー感を表現するためにどういう風な体の使い方をして歌っているかというと、腹筋と背筋に力をこうねグッと入れて歌ってるんですよね。こっちがお腹側、こっちが背中側だとしたらイメージとしては体の中心に向かってお腹と背中でこう挟み込むような体の使い方、これをすることによって普通に歌ってる時よりも吸った息を強く吐けるんですよね。息を強く吐くことによって強い声につなげてあげるっていうのが今の岩本さんのパワー感のある歌声の発声法かなっていうふうに思います。次いきますよ。うわーかっこいい。このねサビにスムーズにさっといくんじゃなくて一瞬ためがあってのサビじゃないですか。ここもドキドキしちゃいますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いいね。サビ前のねチャラチャ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 っていうギターの音がいい意味でねこうためになってて、サビの一発目のインパクトがめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。レイトナイトのところ、レイトナイトかな、間違ってたらごめんなさい。レイト休符ナイトにしてるんですよね。ここ休符を入れたことによって先ほども言ったようにナイトがアクセントになってるから、最後のナイトのインパクトが強い感じの歌い方になってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら
ないみたいな感じで優しく歌ってますけど、給付が入ることによってないとのところにこう耳が向くっていうかね、そんな感じのフレーズ作りだと思います。次いきますよ。いいね。もうこれはね、ハマってしまいますね。本当にね、すごい大好きです。この雰囲気。もう R&B ばっかり聴いていた時代を思い出しますね。超かっこいい。次いきますよ。もうね、ほんと自分の趣味みたいな感じの話の内容になっちゃいましたけど。いきますよ。こう徐々にこう声のパワー感がこう抑えられていくっていうこのフェードアウトしていく感じもね、儚くて素敵ですよね。もう一回聞いてみましょう。たまらない。これは素晴らしすぎる。次は C メロかな、雰囲気的にね。聞いてみましょう。いいね。見てねみたいな、この色気やばくないですか？で、ここのポイントでリズムがですね、ハーフテンポって言われる曲のスピード感が半分になるアレンジになってるんですよね。スピード感がこうね、半分になってるからこそ、岩本さんの声の魅力がさらにこう堪能できるポイントっていうかね、めちゃくちゃセクシーな雰囲気を最高な形で堪能できるんですよ。もう一回聞いてみましょう。あーのところでザラザラって一瞬音が入ったの皆さん気づきましたか？これね、エッジボイスっていうテクニックで、ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここを使ってザラザラって音出すんですよね。咳払いをするときに動くところなんですけど、このね、エッジボイスが入ることによって切なさもすごいですよね。もう色気の塊ですね、岩本さんの歌は。次いきますよ。やっぱなんか英語が入ってくるところが僕はね、めちゃくちゃかっこいいと思っていて、そもそも R&B っていうジャンルっていうのは英語圏の国で発祥した音楽だっていうふうに思うんですけど、やっぱり言語としては英語の方が合うんですよね。理由としてはやっぱりね、さっきから何回か言ってるワードなんですけど、子音なんですよ。英語の子音っていうのは日本語よりもすごく強く発音しないといけない言語なので、その強く発音した子音がですね、このゆったりとしたビートにしっかりと歌の躍動感をこう乗せていく作用があるんですよ。で、岩本さんの発音もですね、素晴らしいじゃないですか。この素晴らしい発音があるからこそ、このかっこよさが出てくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、ここまで色気のある歌を歌えるボーカリストって日本に何人いるんでしょうね。いやー、すごいですね。次いきますよ。ここでサビに来るわけだ。これが最後の大サビなのかな？なんかね、ひとしかけありそうですよね。最後の大サビっていうことは。もっと盛り上がる感じのメロディーになるのか、それかね、フレーズ自体が変わってくるとか、なんかそういう仕掛けがありそうです。次いきますよ。もうね、覚えてきましたね。Take care of na 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 necklace みたいな。岩本さんみたいにね、うまく歌えないですけどね、これね、僕練習しそうです、個人的に。超かっこいいですね。次いきますよ。いや、こんな風に歌ってみたいなっていう風に思わせてくれますよね。素晴らしすぎて。いや、ほんと練習しよう、これ。うまく歌いたいです、僕も。次いきますよ。
最後の一仕掛けないですねでもここで大サビかなって思ったんですけど、まだね動画が50秒ぐらいあるんですよ。実はここはまだ大サビじゃないとか。続きいきますよ。あ、いいね。フェイクまで甘いんですよ、今の「ウォーウォーウォー」のところ。あれでももともと岩本さんってこういう声も使っていたのかな。僕がたまたま今まで歌声分析をしてきた SnowMan の楽曲の中でこの声に出会ってないだけで、いずれにしろねこの表現をしてる岩本さんの声が知れてね、僕は嬉しいです。続きいきますよ。ほら、うわなんだ本当にこの素晴らしい色気は。もう本当にね、セクシーっていう言葉が一番似合いますよね、岩本さん。続きいきますよ。あ、ここで終わりなんだ。あれ、暗くなっちゃったけど動画がまだ30秒ぐらいあるんですよ。皆さんは多分こっから先何があるか分かりますよね。僕ね分からないのでちょっと見ていきますね。なんかリアクション動画みたいですねいきますよ。あ、エンドロールを脱いだよ。上着を脱いだよ、ヨントさん。あ、ちょっとこういうワンシーンがあってみたいな感じなのかな。で横になる岩本さん 7% 終わっちゃいましたね。なるほどね。最後の約1分は岩本さんのこういうパフォーマンスだったり歌ではないシーンが収録されていたんですね。いやめちゃくちゃかっこよかったですね。以上 SnowMan 岩本照 7% 歌声分析はここで終了です。いやスノタンの皆様、本当に岩本さんの歌声はザ色気っていう言葉がねめちゃくちゃ似合う歌声だなっていうふうに思いました。でもこの色気をしっかりと表現するために歌のベーシックな部分、呼吸法だったり体の使い方、こちらのですねレベルが凄まじく高いなっていうふうに思いましたし、その土台がしっかりしてるからこそさまざまなテクニックが超一流級なのかなっていうふうにも思いました。いや本当に素晴らしかったですね。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。